その先見るための礼儀として、セルオートマトンの考え方知っとくべきでしょ。この講座では、書籍ポップミュージックの方法について、チャプターごとに補足解説していきます。その5回目、チャプター5、自己増殖。この本の中では、次のコードを生む規則例として、スラッシュコードに分裂とか、代理コードに分解とか、ファンクション解釈の読み替えとか、ドミナントモーションが勝手に連鎖とか、そこから後ろのページには、パラレルマイナーとかへの変形とか、バックドアからの偽解説とか使っての進行のことを書いてるんだけども、それはそれで補足としまして、もっとなんつうか勝手に増えていってほしいっていう欲求から生まれた生成音楽っていうのはジャンルというか、そう呼ばれたものがあって、多分いいのディスクリートミュージックでのテープループもそう呼ばれてたんだと思うんだけども、その生成音楽のいくつかの手法の中でも代表的なやつとしてセルオートマトン。クセナキスがオロスで使ってた手法なんだけど、そこから見ていこうかなと。セルオートマトンっていうのは、格子状に並んだセルが単純なルールに従って状態を変化させるっていうことで、結果複雑なパターンや振る舞いなんかを生み出す計算モデルのことでして、自動繁殖装置みたいな、そんなやつですね。単純なルールに多数のセル、時間の反復で複雑なパターンが自発的に出現するみたいな。起源としては、ノイマン型コンピューターとかのノイマンが1948年にシンポジウムで発表した自己複製機械の理論が思想的出発点とされてまして、そのノイマンの問いにウラムの格子ネットワークが合体する経緯で定式化されていったみたいで、どういうことかっていうと、まず、こんな状態を想像してみる。自分の左と右に誰かがいる。その誰かは犬か猫のどっちか。次の世代で真ん中に挟まれている自分は犬か猫のどっちかに変身すると。その自分はどっちに変身するかっていうののルールを決めるっていうわけですね。左右がどの組み合わせかってことで次の自分が決まると。そういうことにしといて、もし両隣とも犬だったら自分も犬になる。もし両隣とも猫だったらやっぱり自分も犬になる。もし左は犬で右が猫だったら自分は猫になる。もし左は猫で右が犬だったらやっぱり自分は猫になる。このルールは何がしかの法則とかではなくて、誰かが勝手に決めたゲームのための約束事ってそういうことで。このパターンのルールにはルール30っていう名前がついてるんで徐々に説明していくと。最初のステップ1の時点でも自分は犬か猫のどっちか。3匹の動物のそれぞれの状態は犬か猫の2択なので、組み合わせは2の3乗。要するに状態は4通りじゃなくて2の3乗8通りあるってことですね。状態は8通りなので、そこから自分が何に変身するのかを決める変身ルールも8通りだと。その8通りの変身ルールを決めちゃう。自分が次のステップで犬か猫のどっちに変身するのかしないのかっていうのをこのルールで決定するわけですね。自分が犬で左も犬、右も犬だったら次の自分は犬のまま。自分が犬で左も犬、右は猫だったら次の自分は猫に変身。自分が猫で左も猫、右は犬だったら次の自分は犬に変身。通具合に。ここが重要なんだけど、自分だけでなくて、自分を挟んでいる左の動物も、右の動物も同じルールで同時に変身すると。どういうことかっていうと、ステップ1の状態で自分だけでなくて、左と右の動物も考える。左の猫は左右を見てルールを考える。自分は左右を見てルールを考える。右の犬は左右を見てルールを考える。でもって、ステップ2のトリガータイミングで全員一斉に変身すると。左の猫は犬に変身。自分は猫に変身。右の犬は猫に変身。この結果から最初のステップ1の段階で自分の左の猫のその左側には見えてないけど猫がいた。自分の右の犬のその右側には見えてないけど犬がいた。だから自分以外の動物も変身したんだ。ってことが判明するわけです。つまり、動物は自分を入れて3匹ではなくて、その線上に無限に犬猫がいたし、その先にもいるっていう。そういうわけですね。自分が次のステップで犬か猫のどっちに変身するのか、最初のステップから次のステップへというのが時間変化。世代交代ですね。ステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4、ステップ5とどんどん次の時間、次の世代に進んでいくっていうことで。最初に決めたルール30で変身させてみる。まず、一番最初の状態だけは自分で決める。真ん中にいる自分だけは猫。あとは全部犬ってことにしてみると、一番最初の状態だけ決めれば、あとは勝手に延々とどこまでもルール通りに変身してくれるってわけですね。ステップを一つ進めると、もう一つステップを進めると、
なんて手動で進めることすら必要なくて、ルールを決めてあるんで、自動で進めちゃえばいいわけです。こんな感じになると。これは自分の左右に誰がいるのかっていうのに基づいた変身ルールなので、自分中心に考えると状態は2の3乗、8通り。っていうことで、8通りを規定したルールを決めたってことでして、繰り返すと、このルールは何がしかの法則とかではなくて、誰かが勝手に決めたゲームのための約束事ってことですね。だけど、勝手にってのは言い過ぎで、この約束事が一つとして、一体ルールは全部で何通りあり得るのかっていうと、この8通りの状態から真ん中に位置する自分が、次のステップで、犬か猫のどっちになるのかの、そのルールの総数は、犬猫2択を8通りで2の8乗。要するにルールの総数は2の8乗、256種類ってことになる。その256種類のルール全部に番号をつけて調べた人がいて、その30番目のルールをルール30っていう風に名前をつけたっていうわけですね。調べたっつうか、発見したのはスティーブン・ロフラムで、ルール30が公式に発表されたのは1983年。犬を0として猫を1とした場合、それぞれ組み合わせに対する出力をルール30の通りに並べると、こんな感じ。このステップ2での自分の状態は00000000から1111111まで256種類作れるわけだけども、その中でもこの00011110という状態。これを2進数に読み替えて、それから10進数で言い換えると、256種のうちの30番目のルールだから、ルール30って名前にしたってわけで。だから、同じ1次元セルオートマトンでも、他にルールはたくさんあるんだけど、そのウルフラムが体系化した0か1による最小単位のルール256種類から、計算の解像度をめっちゃ高めて、0か1だけでなくて、0.00 何歩から1みたいな、小数点以下を含む滑らかな実数値で置き換えていったのが、バートちゃんのレニアや、その発展系であるオービタルとかといった数理モデルでして、それが連続セルオートマトン。こうなってくると、元は数式なんだけど、なんか生き物っぽくもなるんで、数学的生命体って呼ばれたりとかしてて、さっきのルール30とはだいぶ見た目も変わってくるんだけど、この連続セルオートマトンのピクセルをミディノートで吐かせると、まあ、こんな感じ。それら数学的生命体をアート表現と接続され続けているのが、東京大学の池上さんを筆頭に、様々いるわけですが、音楽に限って言うと、今のところ多分だけど、それら数値の出力に関数というか、モジュレーションマトリックスをかませて、接続先を置き換える。要はソニフィケーションしかなくて、それは一体 LLM に勝てるのかって問題があって、そこはまだ未解決なわけです。多分そこを超えようとして、かつてはドクターティーズの M があったりとかしたわけで、と思って、当時使ってた M のマニュアルを読み返してみたんだけど、これはセルオートマトンではなくて、マルコフ連鎖と確率論的統計のハイブリッドっぽく、要は人間がリアルタイムで確率を演奏する。人間が確率を指揮することで音楽にしちゃうツールだったわけで、それ考えれば、今の LLM の音楽生成、スノとかも、元の構造が人間が作った過去の平均値だとしても、その平均値を指揮することで音楽にしちゃうツールだとも言えちゃうかなって。言い換えれば、古典的セルオートマトンは、ルールは人間が決める。連続セルオートマトンは、ルールは数式が生成する。ニューラルセルオートマトンは、ルールは学習が獲得する。LLM 系の AI は、ルールはデータが内包すると。っていうことな気が。要は連続してるっぽく、だからもはや正しい使い方としては、音楽理論もコンピューターに作らせるっ
っていうのを、だいぶ前にやってみたんだけども、多分、それだなと。そもそもが、コンピューターで音楽作ることの本質は自動作曲のはずで、今広まってる LM 系の音楽生成の、それを使うっつうか、その先見るための礼儀として、セルオートマトンの考え方知っとくべきでしょ。人類として。といったことでした。Right.